お疲れ様です。お疲れ様です。今日はラジオではなくまさかのこれです、ね。はい、いつもみんなやってるリベンデルのチャートを、僕たちで作っていきましょうということで、お願いします。お願いします。これ人気のコンテンツでしょ。人気のコンテンツおまとめコンテンツまあでも確かに分かりにくいですよね。あれサーリーとオルシチのやつ俺見たけど、めっちゃ面白かった。面白かった。我々がリベンデルを参考させていただくということですね。そうです。この3人リベンデル好きだし毎日乗ってるもんね。はい。そうですね。知らないことも今日確かに、ね、お互いに話し合って、ああそうなんだがあれば僕らも嬉しいし楽しいですね。最近車種増えてわけわかんなくなってきたもんね。やる？やります。じゃあ行きますか。行きますか。そのカードで、一応これ積み分けは、リベンデルのサイトによく言葉で使ってるようなのを少しイメージして、まあ左からフィリーバイク、オールラウンダー、カントリーバイク、ローディーズ、まあざっくり太いのから細いのまでってなっていくような流れなんですかね。誰かな？ざっくり、はい、名前から察するにこっちが山っぽい、土っぽい、オフロードっぽいっていうのがあるし、なんかこれもこれいろんなモデルがさ書いてあるんだけどさ、ざっくり下がオフロードみたいな雰囲気で貼ってってみる？ああ、なるほどね。そうですよね。縦と横があったわけですね。上がなんかオンロードっぽいイメージで、縦も横もちょっと使いつつやったらニュアンスをあれできるかもね。それ何枚あるんですか？結構あるよ。気づいたら多いですよね。巻いてこう。巻いてこう。ありがとうございます。1個目、多分一番人気ちゃうかな、歴代モデルでサムヒルボーン。おお、好き？これはもうあっぱれね。これ3人とも乗ってるからね。そうですよね。そうか。サムヒルボーンからいこうか。サムヒルボーンはまっちゃんどれジャンルで言うとカントリーバイクですかね。カントリーバイク。カントリーバイクで、まあ割と上目に置いとけませんか？真ん中より上とかかな。真ん中よりちょっと上ぐらい。よすげえ。サムヒルボーンなんか象徴的というか、みんながイメージするかっこいいリベンデルって大体こんな形のこんなバイクじゃない？そうですね。リベンデルを取り扱って初めて入荷してきたフレームでもありますよね。そうか。我々にとってリベンデルといえばっていう形をなんか集約しているような気がするんですが、一番イケメンな、マイナーチェンジして、まっちゃんが昔から乗ってる最初の方のロッドはキャリパーブレーキで、そうですね。今あるやつは V ブレーキ台座に変わった、それによってタイヤも太いの履けるようになったし、V ブレーキ使えることによって遊び方乗り方の幅も増えたって感じだよね。そうですね。48B までマックスで今履けるようになってるってことですよね。48入るもんね。僕の頃多分 43B がそうです。そこの大きいクリアランスの変更があったっていう感じですかね。フレームには当たったけどキャリパーに当たっちゃう？そんなことも。キャリパー 43B プラスフェンダーやったんですけど、超シビアでこれやめといた方がいいかなって感じ。40B プラスフェンダーか 38B プラスフェンダー。38か。僕の頃はって感じですけど、今はどうですかね。ブレーキの台座以外変わってない感じしてるけど、変わったのかな、クリアランス。多少広がってる気しますね。あとシートチューブのラグが変わってますよね。ああ、そうかそうか。ジョイントのラグになってる。それによって 26.8 ミリポストになっちゃったってことね。そうです。この頃は 27.2 シートポストですけど、みんな大好きラグド84ポストが現行だとつかなくなっちゃってね。そうですね。なんとかしたいですね。リベンデルが作ったポストなのにリベンデルにつかない。でも用途としたらもう買い物通勤もできるし、ツーリングもできるし、多少の砂利道グラベルライドもできるし、万能なホーマーの兄弟分にあたるって感じで説明したら分かりやすいですか。後で出てくるかな。ホイール線がもともとあったんですね。ベースにあって、もうちょっと安価に買えるようにっていうんでサムができたって感じ。なるほど。なので DNA はお互いに通ずるものが。じゃあ今ちょうど名前が出たので、ホーマーヒルセン。これもかっこいいよな。かっこいいです。かっこいい。ホーマーヒルセンは
サムヒルボーンより昔からあったモデル。そうですね、フラッグシップって言ってもいいんですかね、ハンドメイドなるほどラインだったので、なるほど。元からアメリカ製だった頃から昔からあったモデルが、いつぞやからアメリカでバイクを作るのがだんだん難しくなってきて、で台湾製で後継機というか、サムヒルボーンってバイクが生まれて、でその時にあれホーマーなくなっちゃうかなこのままみたいな、ちょっと不安もあったけど、無事にジオメトリーがガラッと変わって、カムバックカムバックニューホーマーヒルセン、ニューホーマーヒルセン、これみんなの意見を聞きたいんですよ。このサムとホーマーの今の関係性がめちゃくちゃ気になりますね。そこを噛み砕かないとどっちしようかなって思われちゃうね。そうです。一応ホーマーの方はいまだにキャリパーブレーキを継続してるから V ブレーキが使えないんだよね、なので、例えばブルース・ゴードンのオフロードタイヤ履いてちょっと自然の多いとこも遊びたいななんて人はもしかしたらヒルボーンの方がいいかも、なんてこともあるかも。そうですね、現ヒルボーンの方が多分調子いい、そうですね。そのための差別化のためのこの兄弟の、マイナーチェンジだったのかなとか想像する。確かに。あと単純にチュービングがホーマーのが軽い、重量が軽い、プラスサムの方が頑丈で重い荷物が積めるってもう本国でも明言しちゃってるから、ちょっとこっちの方が力持ちでタフかな、こっちの方が軽快でスピーディー、間違ってるのかなってイメージ俺は、そうすると上になってくるんですかね、となるとこれより上だしこれよりこっちなんじゃないとなると、こんな感じどう、合ってる？まあ後で今のところそうですね昔はもうちょっと BB ハイト高くてロードバイクみたいな乗り心地だったけど、この今モデルチェンジしてからもう少しコンフォートな感じになっているような気がするっていう、乗り心地も割とマイルドめな気がするね。昔のがヒラヒラ系だってね。そうですよね、あの感じも良かったけど、今はすごいサムに共通するなんか乗り心地の良さ、スローピングもきつくなってヘッドも長くなって、ちょっとこう寝てきてるっていう、後ろも長くなって、今のグラントさんの最新の理想のジオメトリー調子一緒が入ってきてるっていう、いいですね、この関係性ね、納得です。いい感じ？いい感じ。今のもパイプ軽いです。今のも軽い。実際測りかけて重量的にも軽かったし、シートポスト 27.2 で使ってるラグとパイプも違うから肉薄。なるほど。ホーマーで4パニアでツーリング行くぞとか、もしかしたらちょっと無理させちゃってるのかもね。そんなことしたければサムか、体大きい人だったら後から出てくるけどジョア・パルーサとかガランテスとか、もうちょっとマッチョな方がいいかもしれないね。楽しいねこれ。納得。久々に復習っすね。納得？大丈夫？この2台めっちゃかっけえ。ちょっと余計なことまだ話してっていい？もちろんです。ホーマーってさ 54.5-700C だっけ？昔 650B じゃなかった？違ったっけ？どっちもなんかあるんですかね。なんか時期によってこの辺怪しいですよね。どこどこで作ってる時は54650B があるとかないとか。なんか大きいサイズなのに 650B のってさあんまないからさ、なんかそのイメージあったんだけど、今 700C か。 700C ですね。そうかそうか。やっぱグラントさんの今はこれっていう、これっしょ、今これっしょ、これっしょ。これも 43C 履けますか？ 54.5 って 700×40 43入ったと思うな。ですよね。ダイナミック入りましたよね。入りました。大体ダイナミック入れようとしますこの2車種。1回は。まっちゃん昼も 51？ 僕51乗ってます。はい。中也は？僕は57。当時でも57って表記だったのかな。56だったっけ？なんか1センチずれてずれて50、いや上かもしれないです。58とかだって気がしますよね。なんかその時若干ありますよね。1センチちっちゃいか大きいかみたいな。これサイズ注意ね。俺の背格好の人、身長173のサドルハイト70センチぐらいの人は51だとちょっとタイトだし、54だとでかいの。ダンカンもそう。ダンカンも迷ったけど。谷さん、サムは今サイズ何になってるんですか？51にした。51にしました。股下だと54なんだけど PBH だと普段乗ってるサドルハイトだと51の方がいいかなっていう判断で51にした。いそうですもんね。そのぐらいの身長の方すごい多いと思うんで、多いのですごい参考になるんじゃないかな。なのでぜひ店頭で
PBH 各点測れるので測って、かつ普段乗ってる自転車のサドルの高さ測らせてもらったり、プラス身長だったり、いろんな要素で決めるから、ホマとサムどっちも乗れちゃう人は、ぜひ僕かまっちゃんかチュヤンに相談してください。結構ね迷うと思う、どっちもいけるから、とか言って、このやっぱ2つがやっぱ一番話長くなっちゃうね次行っていい？納得？もう喋りたいないことある？サム、一番最初サムが入ってきたのって松本さん買った時ですよね。でも何年前なんですかあれって？2014年。すごいすぐで。あといます。8年前ですね。あれナームスでしたっけ？ナームスの前でしたっけ？多分谷さんと、マックさんたちが行ったのがあれなんだっけ？初訪問で、我々が多分ナームス行った時だよね。そうです。その帰りの未だに覚えてた。帰りの飛行機乗る時かなんかに、車内のその SNS みたいに流れて、そのナーブスバイクショー行ってるじゃないですか。なんか余談ですけど。で松本さんはバイクショー行ったら当時ブルーラグスタッフって1台はオーダーしてくるみたいな、ハンドメイドハンドメイドあったじゃないですか。オーダーするって言って話もしてたんですよ。そうだったっけな。記憶がそういうモデルよ。記憶がない。で飛行機乗る直前かなんかに携帯見て「チュヤン俺ちょっとやっぱやめるわ」ってさっき話してたんですよ。俺もやめるわって言ってもどうしようもないのに、俺やめる。何回もこの話されてる。責めてんの？責めてんの？いや怒ってんの？で、いや覚えてるんですよ横で。で、俺ちょっとリベンデル買おうっつって。で、その時にちょうど取り扱うことになりましたっていうのがシェアされて、で始まって、で初めは本当数本ですもんね。多分4本とか。そうですよね。そんなもんだと思う。そんなもんだ。その次シェビーでしたよね。その次のシェビーと。でしかもそのナーブスの時に、もうなんか1日だけフリータイムみたいなのいただいてたんですよね。でこうもうほぼ無水でちょっと飛行機のトラブルとかもあって、で松本さんは初めてのニューヨークで、もう目がギラギラの中2人で歩いて、最後疲れて、最後ビール1杯飲んで、いやこれでもう帰国だみたいな時にたまたまその飲むところの近くに泊まったのがヒルボーンのクルーだったんですよ。ね。相当ファーストロットなヒルボーンだよね多分ね。っていう、すいません脱線で。後で出てくると思うけどさ、その時期さ、まだ僕らがリベンデル扱い始めて、うまいこと発信とか表現とかもできてない、僕らも勉強しながら組んでるような時さ、実はさアメリカ製のホーマーとハンカピラーあったんだよね、お店にね。数本ずつだけど、もう全部お客様の手に渡っちゃったけど、買っとけよかったなとか思う。いや本当に思います。今考えたら、その時ね混在してましたね。台湾製の量産されてるリベンデルと1点ずつハンドメイドされてるフラッグシップって言われるようなモデルが混在してた時ね、今は台湾製だけですけどね、ほぼカスタムはできない状況なんで。そうだよね。あの時買っとけよかったっすよね。本当にホーマーとかハンカもあったもんな。ハンカピラもあったもんな。なんで確かにね、なんで買わなかったんだろうな。あの時急いで買ってたら俺サイズ間違っちゃってた。今のサイズの選び方まだできてなかったかも。ハンカピラって50とか51って確か26インチでしたよね。26インチだった。やっぱ26インチなんだよなっていうのが。今リムとタイヤで苦労してそうだよね。確か全然ねえと。26インチ難民がね。そうその時ありましたね。いい？話し足りないことない？ひとまずこんな感じでどうでしょう。はい。バッチリだと思います。バッチリだと思います。じゃあ次はローディーニ。いいですね。最近までうちにもまだあるか。各店に店頭販売分は数本ずつあるんだね。そうリベンデルっていつでもどのモデルが全部手に入るわけじゃないじゃん。だから一期一会のとこあるけど、ロディーニは2022年12月現在各店ちょっとだけあります。ロディーニどう？その名の通りローディーズ。ホーマーよりタイヤも細いし、上かな？ちょい上。ちょい半分かけとく？半分。一旦でもそうか、今のロディーニってなると確かにそうかもしれない。旧ロディーニとそれも話もしよう。確かに一旦こう後でずらすの。キャリパーモデルで残るというか、今現行だとホーマーとロディーニだけ。そうだね。がキャリパーブレーキがあるので、今お店にある一番新しいロットが前の本来あったロディーニとちょっと変わったんだよね。タイヤクリアランスが少し大きくなって、
でフォークのクラウンも変わったのかな。はい。フォークのクラウンが変わったからタイヤがでかくなったのか。そういうことですかね。まあ多分ホーマーと差別化するためにもっとタイトにっていうので作ったけど、はい、結局みんなが求めてるタイヤってもうちょっと太かった、重要な、どのぐらい入るんだろう。まあ40入るのかな。40入りますね。40入る、はい、すごいね。キャリパーで40。スチームローラーみたいですね。確かに。あと唯一細かいところだと、130ミリのリアハブって唯一これだけ。ロデオとロディーニだけかな。ロードモデル2つだけ。そう、130気をつけないと。確かに。ロードエングですね。実際に僕これ昔お客様のロディにもう反射的に135のハブだと思ってて、もう組んじゃった後デオレのハブで T610 デオレとかで組んで入れる時にちげえそこで気づいて大慌てで RS300 で組み直した。130ミリで1個目いっぱい喋って、最近そのロディに組ませてもらって、本国のベンデルらしくSKS のフェンダープラススリックタイヤで組みたいってお客様がいらっしゃって、できるだけでもタイヤ太い方がいいとおっしゃって、で本国の説明だとフェンダープラス40いけるって書いてあったのかな。多分そうだと思うね。そうだけどいけないいけないから注意。どこが当たっちゃうんですか。キャリパーやね。キャリパーがもうフェンダーを押し下げちゃって、フェンダーの先っちょノーズが当たっちゃう。じゃあ要注意。注意。35C でやったかな、グラベリキングの。互いも僕じゃないですけど、他のメカニック同じ感じで結局タイヤちょっと下げて、で結局ホイール抜く時とか不便あるから、フェンダーつけんだら32か35ぐらいが快適なんじゃないかなと思う。ありますもんね、リベンデルのタイヤでもね。何でしたっけ、マキシーファスティ。マキシーファスティ。650だと。700だとジャック・ブラウン。ジャック・ブラウンあたりが33。あれ最適 33.333 ユーモアね。結局タイヤをベースにしてるとかあるんですかね、ローディーの。ああ、なるほど。かもね。あれありきで、あれ履いときゃ快適だし間違いないし、そのフレームならではな感じになるって感じかね。あとあれね、みんな大好き M1 ラックが付けづらいっていうね。珍しい。確かにそうですね。フェンダーアイレットだけ付いてる。そうですね。それはまあイコール重たいもんあんま積まないでねってことだと思うけど、確かにドロップスタイプか。なんか昔はこれ入ってきた時はここにダボ穴1個あればっていうの思ってたんですけど、今気分もあると思うんですけど、今はなんか唯一そのフォークシンプルだったりとかってなると逆にロディーンだけになってくるんで、なんかもうこれでいいなって思えるようになりましたね。サックビルのバナナサックとか、スイフトのカタリストとか、あの辺のバッグだけボボボッとつけて、そうですね。っていうのがかっこいいかね。鹿児島店のアゼクシー師匠がドロップハンドルで言ってたね。軽快な感じで組んでましたけど、バイクチェックすればいいのね。そうですよね。隠してやってください。やってください。バイクチェックやってください。アルバスタッシュとかドロップとかいいね。バスケットなし。ヌードルバーカーアルバスタッシュ。はい。いいね。どうでしょう。いや素晴らしい。欲しい。よかったです。脱線していい？これ長くなるの大丈夫か？大丈夫。3時間ぐらい。3時間ぐらいいけるんで今日朝まで。多分ここ3人さもう一個共通点あってさ、アルバスタッシュ超好き。大好き。で今出た3つってさ全部アルバスタッシュがつけられるやつ。ああなるほど。アルバスタッシュトップチューブだね長さ的に。これよりこっちもつけられないことないけど厳しいですよね。確かに。テクノミック50ミリとか60ミリとかになっちゃうから、こっち3つは憧れの。アルバスタッシュ超かっこいいけど別に乗りやすくはねえで有名な有名なマスターシュ。アルバスタッシュの良さって何ですか？かっこいい。かっこいい。あ、よかったです。ほぼそれ。ほぼそれ。だって中やんが使ってるとさ、あれすごいと思う。もう異常事態だと思ってるあれ。なんかずっと使ってるじゃんあれ。偉いよね。俺つけても3ヶ月早いです。なんかやってやろうと思っていつもアルバスタッシュつけるけど、3ヶ月後には3号になって一緒なんですかね。なんか不思議なんですけど、結局他のハンドル使っててもあれに通勤は不器用な感じがあれにナチュラルにすごい嫉妬してる。めちゃくちゃかっこいい。やっぱさBS のさまっちゃん持ってるさ昔のカタログあんじゃん。あれのそのマスター016の挿絵あんじゃん。
挿絵です。イラストのさ、はい、マスターシュはこういう風にブレーキつけるんだよみたいな、はい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 、あの絵が超かっこいい、かっこいいそうだ、ちょっと俺持ってきていい？持ってきてください。ハンドルちょっと今からアルバスタッシュの話をずっと2時間ぐらい2時間ぐらいしていいんですか？3日前に話して持ってくるよ。谷さん今ハンドル持ってきて。いやハンドル持って違うの持ってきます。違うの持ってきますか振りで谷さんハンドルですよお、もう一回よいしょ。マジかっけ。そうか、確かにな。これ無限にこの話できるんだ。無限に出た MOD 177ですか。この3つの車種が出た時にこれでしょ？それです。これね、マジでかっけえ。マジでかっこいいけどやっぱ3ヶ月で外すんだよね。3ヶ月で外しちゃうっす。何これってなりますもんね。ね、もう結局そこに似てますからね。でこれをさ30年前にさグラントさんがデザインしてるのはすごいんだよね。すごい。これの前身の、はい、マスターシュの方だけど、BS からもうこのスタイルは引き続きってことですかね。ね、そうだよね。ブリヂストンの時にデザインされて、これがアップデート版。アップデート版。アルバスタッシュ。マスターシュ。この辺は100、110アルバトロスか80プラスアルバスタッシュぐらいが一応想定って感じですかね。僕握れなかったっすよ。結構遠かった。80プラスアルバスタッシュ。そうですよね。そうだね。僕も全然ダメ。70から60です。なので乗れるサイズでちょっと大きめ選んでるとだいたい2サイズ乗れるじゃん。ちょっとしんどいよね。こう実はドロップハンドルぐらいリーチがあるから、俺みたいに54も乗れるけど51選んだ人とかは、80でだいたいぴったりぐらい。かっこいいな。かっこいいよねこれね。俺はこのバーテープとステム剥がしたくないから一緒に保管するスタイル。なるほど。素晴らしい。サルベージ。そっちもう一個。これはヌードルバー、リベンデルデザイン177。日本名 MOD177。これが付けられるのもこの3車種かな。アトランティスアパルサも付けられるだろうけど、オールラウンダーあたりから厳しくなってくる。ドロップハンドル。僕ら日本人のロードバイク脳だと幅400とか420がデフォだけど、グラントさん曰く4648がデフォ。体の大きい人は48以上使ってください。体の小さい人は460が必要ですと。これが標準サイズっていうね。これ46。これも久々に見るとつけたくなりますね。ね、かっこいいよね。かっこいいです。これは売ってるんですね。売ってる。これに入れないんだよな、いつも。でこそさ、グラベルのさワイドドロップ慣れてるけどさ、これも10年以上前から460作ってたもんね。その先見の目がすごいね。ちょっと戻りが入ってて、手前にギュインとドロップされて、これかっこいいね。どこもかっこいいですかね。あぜみさんこのハンドル使ってそう。あずみさんバイクチェックしてください。自分でデザインした174かその元になった177どっち使ってるのか気になるね。確かに今そうですね、多分日東のドロップハンドルであることは確認してますけどね。どっちなんですかね。どっちなんだろうね。177なのか。ありがとうございます。ヌードルバー。ヌードルバー。脱線しまくった。確かに。ちょっと箸休め的な車種が次は出てきちゃった。デン。ロデオ。一時期すげえ欲しかったっすね。これはちょっと特殊なんだよね。何が特殊？いまだに受けてる中だったらハンドメイド唯一これだけですよ。一応アメリカ製でハンドメイド。実際もう買えないよね。日本からだとちょっと難しい。僕らのお店でも欲しいって言われてもちょっと困っちゃうかも。ラインナップ落ちはしてないですもんね、まだ。ね、まだ。どうなんでしょう。相変わらずグラントさんが信用してるベテランビルダーさんにオーダーするから年に数本なので2年3年4年待つ人もいるし、話によっては4000ドル5000ドルなんて話もあるから、一応参考商品。こいつはこの兄弟関係のロディーニの兄貴って感じだよね。そういうことになる。より軽量なチュービングで、本国の説明文を鵜呑みにすれば、
9キロ台で組めるちゃんとしたロードバイクだそうで、こんな感じ。確かに。ファースト路線。これはまあフレンドコね。そうですね。ロディーニにお兄ちゃんがいたよっていう感じでね。ここまで大丈夫でしょうか。大丈夫です。これ3分の1ぐらい来たんですか。いやまだ全然減ってない。マジですか。これ2時間コースだ。これなんかホーマーのめちゃでかいサイズがロデオのベースになってるらしいっていう。どうですか。大きいサイズが 700C だから、それがなんかロデオのベースになってるっていうのを一回聞いたことはあるんですけど、どうなんでしょう。真意を聞いてみたい。最初のアメリカンホーマーヒルセンが元祖であって、そこから派生したんだ。なんかもっとよりローディッシュな感じのバイクが欲しいってなったのか。なんかだからこの辺いいですよね。なんか流れが個人的にはある気がして。なるほど。確かに。家系図になってる。家系図になってる。ちょっと定かじゃないんで教えてくださいってね。次行く？はい。よいしょ。どうする？ランダムで引いちゃっていい？このまま。谷さんに話したいやつから。じゃあどうでしょう。今その家系図なんて話が出たので、こいつどうでしょう？でやアトランティス。これはどういうモデル？アトランティスはもうちょっとこっちのカントリーからオールラウンダーに。ここだよね。この象徴的な。でこいつが Do It All バイク。何でもできますと明言されている。なんならこのパネルがでかくてこう貼っちゃってもいいぐらいの。そうです。確かに万能バイクね。全てな。ね、だから難しいな位置が。サムよりまたまあこんな辺だよね。で。サムがやってることもできるし、後から出てくるもっとこっちと役割もできるし、確かに。でホーマーヒルセン同様アメリカ製時代の初期のリベンデルからある歴史の長いモデル、ずっとあるモデルね。そうですね。マイナーチェンジを繰り返して、ジオメトリもいっぱい変わってるもんね。昔のと全然今違うけど。アトランティスってカラーってグリーン以外ってあったんですか？これもやっぱカスタムがあるからさ、何色があったって言えないんじゃない？昔はアップチャージでペイント、アメリカ製の時は出てきたから、その時に違う色で選んでる人はっていう写真が多分ねインターネットには起こってるところで、基本この色だよね。ミントグリーンみたいな。ロシアの潜水艦の内装の色。よく直訳だと本当なんですかね？嘘じゃない？この色じゃなくない？目チカチカしない？ね。まあいいや。噂なんだけどさ、ホーマーヒルセンこのブルーでこれアトランティスのそうか。ホーマーも象徴的ですね。ホーマーさ、次もしかしたらこの色じゃないのもあるかもな。噂よ。知らない。知らない。でもこの色じゃないホーマーってさ、すごい新鮮じゃない？確かにそうですね。ちょっと色地ホーマー気になるな。アトランティス今在庫ないけど、前入ってきた時にそのガラッとニューアトランティスになって、これも帰ってきて台湾製になって、でタイヤクリアランスが思いのほかでっかくなってて、バルーサよりもタイヤ実はでかいっていうね。昔は26265026とかでしたっけ？そっか。だけど昔26インチだったのか。 650B になったんでしょう？なったね。そうですね。最初の台湾ロットも26だったけど、だったような気がしますね。そうだ。割とアップグレードしてんすよね。めちゃくちゃアップグレードしてね。細かく言ったら5回ぐらい変わってんのかも。あとあれか、サイズの刻みが多いんだよね。475053。これもアメリカ製の時から潜んでる。セミオーダーじゃないけど、フルオーダーのロデオがあって、こっちは既存の吊るしサイズなんだけど、より細かな刻みで変える。中途半端身長人間は53があるのよね。これ最高。54か51かしか選べないけど、アトランティスだったら53がある。いまだにやっぱ聞かれますよね。アトランティス欲しいんですけどって。確かに気持ちは超分かる。気持ちはわかるけど、ちょっと船のヘッドバッジね、かっこいいね。そうですね。トータルでやっぱかっこいいですよ。どれもかっこいいんですよ。なんか惹かれ。アトランティスって名前とかもあるんですかね。
あ、そうかもね、名前もあるかも。フォントもね A のさ、この A のでサムとホーマーでちょっと頼りないく感じる、ずっしり積んだツーリングとかやるんだったらアトランティス、ツーリングバイクで組んでる人多いよね。みんなが一度は憧れる、ね、ザ・リベンデル。ザ・リベンデル。コンちゃん買ってなかったら欲しいもん。あ、そうか、コンちゃんも見てんだ。アトランティスはこの色だけでいってほしいな、このまま。そんな気がするな。となると、どうしようかな。なんか似たもん出したりとか、あんま順序気にしないでここから行ってみようかな。はい。純不動。純不動ではディン、ガスブーツビルセン。一番衝撃だったかもしれないですね。ここ最近だと初登場の時のインパクトは1位な気がするね。リベンデルのラインナップ中一番タイヤクリアランスが大きくて太いタイヤが履けます。これは真左ね、真左ヒリーバイクって言葉もこのモデルと一緒に生まれた。でもういっちゃん下真下ここやね。確かに真下、すげえね、こういう並びですね。綺麗な並びになってます。で他のバイクブランド、バイクメーカーだと例えばなんか速い遅いとか、オンロードオフロードとか矢印の真逆にするんだけど、リベンデルは基本どの車種でもコンフォータブルだし、コミュート、通勤で使ってくれ、お買い物の足にしてくれっていうことを言ってるから、上に行けば行くほど街乗りに向いてるってわけでもないよね。全部街乗りできるし、全部カゴにパンと野菜積んでお家とお店の往復に使っていいよね。ただオフロードに使っていいかどうかはモデルによるから、下に行けば行くほど向いてるみたいな感じ。ガスブーツタイヤクリアランスは275の2.8 までいける。2.8。分かりやすく言うと空手モンキーとか、エバージョンとか、ブルーラグで扱っている他のフレームで言うと275プラスが履ける。クレム・スミス・ジュニアから親おかしいぞと思ってましたけど、こいつが出てきて決定的にヒリーバイクってちょっと太いタイヤでオフロード遊びもしてみたい人が選ぶフレーム。珍しくアヘッドセットなんですよね。そこですよね。今まではこのスレッドのステムをつけることになるので、しなやかさはあるけど少々頼りなさを感じる人もいるっていうけど、この辺になってくるとアヘッドになってます。がっちりほぼサーリーと一緒ですっていう、乗り心地サーリー。フォークのコラムがオーバーサイズ、じゃあ1インチのクラシックなコラム。比べると柔らかいよね、やっぱね。それが好きだけどね、楽しい。それはそれで楽しいんですけど、タフな用途でとなるとこういうラインナップも楽しいのか。でこいつに妹がいます。スージー W ロングボルツ、スージー通称、スージーちゃんはガスブーツとほぼ同じ見た目で、使ってるパイプが華奢で軽量なもの、なので屈強で本当にオフロードバンバカいけるガスブーツのやや華奢バージョンで、実際に体重制限も、90キロまで。それ以上体大きい人とか荷物をいっぱい積む人はガスに乗ってねっていう妹分だね。ヒリーバイクだから重ねてこんな感じ。そうですね。どう？こっちはスレッドステム、いつもの1インチコラム。クリアランスは変わらず27の 2.8。パイプはちょっとやや細なんです。やや細。FD バンドの径が違うね。2.8 履くときはトリプルの時にインナーローでタイヤとチェーンが当たる問題が発生するので、クラシックなトリプルクランクで組む方は 2.6 とかがおすすめ。2.8 だとフロントシングルにするか、工夫して BB とフレームの間に何か挟んでクランクを外に逃がしたり、スプロケとハブの間にスペーサー入れて8速スプロケを7速にしてスプロケを外側出したりとか工夫しないとフロント多段の 2.8 はちょっと組みづらいっていうと。
ガスとスージーのやっぱすごい人気者な気がしたんですけど、今年はやっぱ発売があって、どうでした？実際にどういう方が買われてた印象ですかね。1台目こういうリベンデルすでにお持ちの方がこう自分の持ってるリベンデルできないことがしたいって言ってお求めいただいたパターンプラス、リベンデルをこれで知ってもうこの形のものが欲しいって人が多くなったそうですね結構意外とファーストバイクでも選ばれてることが、人に伝わる形してたんだろうね。この見た目で V ブレーキっていうのがすごいいいですよねディスクは作らない回っていう作らないでほしいな。はい、もうディスクブレーキの自転車、作らないでほしいですけど、なんかローランドとかがディスクになっちゃった時がっかりしたじゃん、あの感じをやんないとしてね。またいつか作ってほしいね。作るよね。やっぱ人気ありますね。代わりが効かないモデルだもんね。BB 超高いから、グリーンフィールドのノーカットでつけられるローンチっていうか、その発売しますっていうタイミングで一回谷さんが組んでいただいたそのバイクをみんなでトレイルライドに行ってったのが僕すごい鮮明に覚えてるんですけど、楽しかったね。なんかこの辺で走ってるバイクのなんつったらいいでしょう、いつも行ってたライドコースにこいつ連れてったら、そう誰でも走れるんちゃうかなってなって、最強だったね。最強でしたね。ガスブーツね。なんかその思い出が、その代わりさ、例えばロディーニとさサムヒルボーン乗ってる友達とさ一緒にオンロードでじゃあ世田谷から浅草まで行こうでって言ったらちょっとしんどいよね。しんどいと思う。それはまあタイヤ太い部分もあるけどね。でも誰でもあれですよね。その持ってった時の思い出もそうですけど、誰でも逆にオフロード遊び行った時こう安心感あるっていうか、ちょっとこう乗るの怖いってこれだったら太いの履かせれば同じ道を助けてくれる。そうですね。助けてくれるっていうのがあるかなという気がします。昔ブルーラグスタッフが新人でそのオフロードライド行く時はなんかファットバイクみんな乗ってた印象だけど、なんかそれに確かに近いのかな。近いかも。なんか安心して乗れるからこれがいいよ。パグスレー乗ってたら転ばないでしょ。転ばないでしょみたいなのとちょっと近いのかな。あの時のパグの印象だね。まあこんなん出ました。こんなん出ました。次行くよ。はい。ここからもうランダムにジャクジャク行こう。はい。こんなん出た。プラティパス。これも最近までまだあるか。まだちょっとだけあります。22年12月現在ちょっと在庫あるかな。これも俺好きなモデルだな。プラティパス。これはまあこの間って僕は解釈してるね。カントリーバイクでもありオールラウンダーでもありっていう。一応本国の言葉借りるとカントリーバイクであるって書いてある時もあるし、サムじゃないよ、アパルーサとアトランティスと同じ、ただトップチューブが低いって書いてあることもあるから、これはこの間なのかなっていう感じがしてるけど、どうでしょう。良いと思います。一旦じゃあ間にしてみようか。間にしましょう。階段みたいな気持ちいいです。こういう感じ。すごい。なんかすごいですね。ね、こううまく。サーリーオルシティより綺麗にいってない。タイヤクリアランスは推奨 50C。なので、まあアトランティスとかよりはちょっと細い。でも入れようと思ったら 2.25 ぐらいまでは入る。はい。うちの YouTube 担当のサブちゃんのバイクがマウンテンバイクの 2.25 のタイヤが入っちゃってるね。かつてあったシェビオットのブーストバージョンみたいな理解してるのかね。それの子孫というか、でまあ組み方自由だし無茶な乗り方しなきゃ大丈夫なんだけど、オフィシャルの言葉借りると一応オフロードバイクではないって言い切っちゃってるので、結構後で出てくるクレム・スミス・ジュニアとかガス・スージーに引っ張られてヒリバイク的な解釈しちゃうと本来の設計思想とはちょっと違う、荷物積んで舗装路の上とかを生活圏の中を快適に一番何でもできるバイクっていう肩書きはね、まあ何でもできるんだけどね、50C だからカザデロとかブルースロード48とかステップスルーも見慣れた。10年前だったら見慣れてなかったよね。本当そうですね。じゃあ僕買いました。買ったブラティいつの間にめっちゃ笑ってる。組んじゃいましたよ。組んじゃった。もう組み落とす。組み落とす。それはでもなんかやっぱシェビーの憧れがあったんで、それは
42B のマラソンつけて、SKS のプラスチックフェンダーつけて、いいね、最高。チョコバ最高。M1 ウォルドみたいな、あの頃のシェビオット最強コミュニティングバイクが抜け出せなくなりそうですけどね。本国の一文で今後30年で一番玄関から持ち出すことが多くなるでしょうみたいな、確かにこれに慣れちゃったら楽ちんでこれしか乗らなくなりそうな。そうですね。いまだにこう足抜いちゃいますけど、抜いちゃう。後ろせっかくステップするのにね確かに慣れなそう慣れない。慣れなそうですね。でステップスルー乗った次の日にサムヒルボーン乗った時前から抜こうとして転びそうになるリベンデルあるある。あとこの僕迷信かわかんないんですけど、このステップするタイプってフレームのこの面積っていうか溶接されてるこのトライアングルのこの交差する面積狭いじゃないですか。なんかこの面積狭いじゃないですか。だからこいつよりちょっとかっちりしてるような印象があるんですけど、それはみんなどうなんですか？確かにさっき言ってたみんなでリベンデルさ 7,8 台ライド行った時にシェビ調子よかった勝てっていうなんかちょっとそんな感じしますよね。言ってみれば補強が入ってるみたいなもんだもんね、後ろ三角にね。意外とそういう用途でも走れちゃったなみたいな感じにはなるんじゃなかろうかと。この見た目には騙されるんだと確かに思っちゃう気持ちもね。これで50ミリのタイヤ履いたら普通に今のグラベルバイクだもんね。そうですね。じゃあさっき名前がちょっと出たプラティパスの前身シェビオット羊のヘッドバッジ、こいつは俺のイメージではこういうそうバッチリじゃないですか。バッチリでシェビオット時代はキャリパーブレーキで、サムヒルボーンと同じようなタイヤクリアランスだったんだけど、V ブレーキがつけれるようになってより大きなタイヤが、でより安定性とか求めて後ろが長くなった、こいつの、って感じでいいかな。僕の友達がシェビオットが欲しくて、シェビオットってもう作んないのって、とりあえず英語が達者な人で本国に聞いたんだって。そしたらもうプラティパスがあるから安心してくださいって言われた。おお、かっこいいですね。進化したってことですね。じゃあこれがこの関係性とはちょっと違うんだよね。これがこうなったと思ったらこっちとね差をつけて両立してるから、ホーマーとサムの関係とはちょっと違って、シェビがプラティに変わった進化したっていう解釈いいんじゃないかな。白熱しましたね。どんどん行こう。デンクレム・スミス・ジュニア。これは難しいんだよな。これが一番不思議なねいけそうな不思議なバイクで。でもやっぱオールラウンダーとヒリーバイクのその中間とかなんですかね。一旦曖昧な位置で貼ってみるね。これさ初めて出た時はモストコンフォータブルみたいな触れ込みだったね。でもいつの間にかグラントさんがそういう乗り方をしてあの動画見てほしいですね。ずるで、もともとタイヤクリアランスがすごい大きかったから、オフロードタイヤが履けちゃったっていうのと、あと他のバイクよりも頑丈で重たいからオフロードに耐えれたっていうチュービング的にね。でだんだんヒリーバイクっていうガススージーが生まれるきっかけになったのが、コンフォート用に作ったこのモデルが野山かけると楽しかったっていうストーリーになるんじゃないかな。なので難しいな、場所が曖昧だよねこいつ。谷さんの個人的なその感想とかどうですか？クレムに対する。クレムは最初はそれこそオフロードバイクのイメージなんてなかったし、一番小さいサイズがさ45からあって、例えばうちのさスタッフの奥さんがさ、ちっちゃいサイズ乗ってたりとか、女の子でも乗れて、おじいちゃんおばあちゃんでもね、乗れるみたいなイメージだったけど、グラントさんがそういう乗り方そういう組み方してるのを見て、今はもうなんならこういうイメージが。そうか、確かに最初出た時と違いますもん。でも相変わらず
もうちょっとこんな大げさなタイヤじゃなくて、太いマウンテンバイクのタイヤじゃなくて、まあ、40前後のスリックタイヤでカゴつけてフェンダーつけてこういう乗り方してるスカスカなクレームスミスのめっちゃかっこいいと思うし、こいつがね何でもなるんだよね。そうですね。速くはないからローディにはならないっていうだけでね、難しい。こいつ曖昧だな。一旦この辺どう？はい。こんなもん。まあこんなもんだな。こいつわからん。クレームみんな遅いって言いますけど、僕割となんか早いと思ってます。あ、本当？そんなことないですか？やっぱ遅いっちゃ遅いね。あれ？なんか松本さんもそうか H スタイル持ってるんです。 H スタイル。ああいいですね。ちょっとそれこそその往年のヴィンテージマウンテンバイクのそのディティールとかが垣間見えて、なんかまあ26インチだったっていうのもあったし、ちっちゃいサイズが僕の中ではなんかそういうバイクをコンフォートに組むみたいなニュアンスが強かったけど、今はなんかすごいパワフルでマッチョな。確かにこれもそうですもんね。26ですもんね、ちっちゃい方。大きくジオメトリー変わったよね。そうですね。最近結構ギュッと縮こまってたのがもっとドカンと広がったっていうのと、あと前半身が長くなったんですよね。ね、だいぶ長くなった。フォークが寝て、フロントホイールもリアホイールもすごい離れたという感じ。そういう用途で調子いいなってなってきて、やっぱその設計の変化っていうのが、なのでさっきのタイさんのこのずれ込みがね、だんだんこっちにやっぱそれがもう全てな気がするんですけど。でコンカス数字につながるっていう。俺だけかもしれないけど、当時さまっちゃんがさヒルボン乗ってチュアもヒルボン組んだりとかして、俺シェビオと最初乗ってて、その後クレム欲しいなってなって、ヘッドチューブのがねラグじゃないのが嫌だったのすごい。なんかリベンデル憧れてて、みんななんかラグドなのに、俺ティグかとかコンプレックスだったんだけど、今好き別に今なんじゃないどっちでもいい。でもやっぱちょっと最初はあるかもしれないですね。なんかやっぱローディーニとかもなんか初めなんかなみたいな。こいつもね、そうだね。そっか。ラグレスのロディーニとクレムが一応他のモデルよりか少し安価な作り方、ラグ溶接の箇所を減らしてる。かっこいいけどね。かっこいいです。こんな感じ？いっちゃうよ次。脱線系が出てきちゃった。ハンカピラー。これも今はもうないモデルね。いまだにファンが多い。これは多分こんな言葉がヒリバイクだオールラウンダーっていう前のモデルだよね。ホーマーアトランティスの次に出たモデルでね。俺のイメージは当時のアトランティスよりかはこっちの目的で作ったんじゃないかなって勝手に想像してるけど、どう思う？700C でいまだに表記してますので、なんか2マイナーではないっていう。確かに僕は認識で、なんか割とビッグベンとか履いてかっこいいバイクだと思ってました。本当あれだけどオフロードに調子いいっていう感じはなかったな。どうなんだろう。オールラウンダー、ダートツーリングとオールラウンダーみたいな。どうなんでしょう。どういう差別だったんだろうね、当時のアトランティスとハンカピラって。60C ぐらいまで履けるんでしたっけ？2.2 ぐらいまではいける。めちゃくちゃ憧れましたよ。めちゃくちゃ憧れた。やっぱリベンデル知って興味持った時、その青春時代はアトランティス、ハンカ、ホーマーの3つがやっぱりなんか金ピカだったよね。確かに。あとやっぱりサイズ大きいとダブルトップチューブだったりとか、真ん中に1本入るとちょっともう心臓バクバクですね。渡した88ぐらいないとね、渡けないから。伸びねえかな。ね。1センチ10万だったら買うよね。いや、1センチは確かに。30万円ぐらいです。毎年買おう。どんどんいくよ。はい。これもファンが多い人気車種だな。未だにありませんかを言われてしまう。ジョー・アパルーサ。確かに出た時、一番ちょっと形とかは、極物の言葉はあれかもしれないですけど、なんか形こうフォーク立ってて、後ろが
長くてっていうのが、出た当時あんま後ろとそこまで長いのなかった印象。これジョーとハンカのジョーじゃないね、ハンカピラーとサムの合体ってバージョいうン認識でした。難しいんだなこいつもマルチだ、Do It All だから。初めてリベンデルがロングチェーンステイのモデルを出したのね。最初は後ろが長くてサムヒルボンドがかっこいいやって俺思っちゃった、正直。でも今や見慣れて、今はもう長ければ長い方が好きだから大好きになっちゃったけど、あとフォークのラグもねかっこいいよね。かっこいいですね。馬のヘッドパッチもずるいですもんね。だから昔プラッティとかもない時に、そうか、そうですね、順番的にはサムとアトランティスのいいとこ取りを作ろうって言って生まれたから、確かにこの縦列っていうのは気持ちいいのかもな。でアトランティスはオフロードな感じでしょ。でちょっとチェビが落ちるね。でチェビよりかはタイヤクリアランスがでっかくて、言ってみりゃこれも 2.2 履いてさ、多少オフロードもいけちゃうじゃん。こっちやっぱ履けて 50cc とかでしょ。こんな感じになるのかな。もしかしたらこうなのかな。すごいこうなのかもな。どう？納得です。この楽しいよこれね。プラッティがどこですか？難しいね。プラッティが俺の中でプラッティがジョーとなんだろう、オスメスじゃないけどちょっと対になタイヤクリアランスも似てるし 2.4 は入んないけどみたいなやつ。ややプラッティの方がコンフォートで、すごい逆っすか？こうか。そうですね、確かに。でこういうそうだね。どう？めちゃくちゃうまく分析してるんだね。これためになるな。一応本国の肩書きだとそれの通り組まなくていいし、その通り乗らなくていいけど、ローデッドツーリングバイクなので、荷物積んでツーリングするのに一番ローデで、ツーリングに特化させると自然とコミュートにもショッピングにも最適なバイクになるから何でもできますよっていう。迷わせますね。やっぱこう真ん中に連れてこう車種に近いのがこう混在というか選べるのがあるから、やっぱそこをみんな迷うところですよね。大きく違うのはプラッティだとステップスルーなのか、非ステップスルーのジョババルーサーなのかっていうところだよな。かっこいいフォークラグ、よく考えたらこのモデルだけのラグってこのモデルだけだよね。他は共通じゃん、ラグ。なるほど。この辺のラグと、でもあれのラグのかっこよさのせいで 2.3、2.4 のタイヤは履けないから、これもあんまりマウンテンはできないっていうね。すごい頑丈だよね。ちょっとずっしり、この辺からずっしり、こっちの方がちょっと軽快な。いやー気持ちいいですね。気持ちいいね。ちょっと変わり種が2個残っちゃった。先にこっちから紹介しちゃおうかな。これはまっちゃんが実物見たことあると思うから、ロスコプラッティ。これはどういうモデルですか？何なんですかこれ。ロスコプラッティ。なんでこんなの作ったんですかね。これこそ難しいな。このロスコシリーズはあれだよね。余ってるフォークとか、余ってるラグ、部材とかをうまいこと使って、他のラインナップとは違ってこう不定期に少ない数作るシリーズでね。ロスコバディとかあの辺でね。プラッティとほぼ役割俺は一緒だと思って。A 面 B 面みたいな理解でいいんですかね。こういうことだよ。こういうこと。使ってるフォークはちょっと違えど、ちょっとこうなのかなってイメージだけどな。あんまりぶっとい思いじゃなくなって、この辺とかなの。変わりだね。これ乗ってるお客さんもいるんでしょ？見たことないんだ。某提灯サイクル。某提灯サイクルのオーナーさん。のぼるさんって方が。いいな、見たい。乗ってきてくんないかな。かっこよかったです。このパープルなんでもっと作ってくれないんだろうって思いました。思うよね。カスタムであったりするじゃないですか。確かに。このパープルとかね。
チキショーってな。いい色だよね。チェーンステイの感じは意外となんか、割とコンパクトな印象で、やっぱ昔のシビを思い出すね。確かにそうでしたね。そこはそうだ気がする。確かに。なんかこんなイメージなんだよな。やっぱプラッティやっぱちょっと長いじゃないですか。全長ちょっと長めなんですけど、なんかこのぐらいの頃のスマートさを感じて、と思いました。乗らせてもらったんですけど、なんかやっぱシビにも似てるかなっていう感じで、ちょっと貼りづらいけど、こういうことですね。そういうことですね。ちょっと貼りづらいから一旦ここ置いてもね。この辺真ん中だし、このロスコシリーズは出会ったらラッキーじゃないけど、例えばこれだけピンポイントで狙って待ってたら多分手に入んないし、って感じだよね。一期一会なフレーム。かっこいい。どうここまで大丈夫そう？そうですね。綺麗にね、いい感じじゃない。こうやって分析してみると意外とこう意図してるようで、意図してないかと思ってたけど、結構ちゃんとラインナップ意味があるんですね。住み分けされてたんだなっていうの。超脱線していいですか？どうぞ。フランク・ジョーンズってこれ入ってたらどこなんですか？難しいよね。フランク・ジョーンズ、ブルーラグ10周年、抹茶が乗ってるねシングルのモデル、で元祖の方もあるし、でもやっぱりカントリーバイクなんじゃないかな。そうか。普通のトラックバイクのタイヤの細さじゃ多分フランスなんて納得しないでしょ。確かに。ここの間でブルース・ホードン入ります？入らない？入るかもしれないけど許容できないと思うな。俺今 35C で乗ってるで快適。フランク・ジョーンズブルーラグ10周年の時にリベンデルにお願いして作ってもらって、で結構こっちからの要望が箇条書きで多かったから、当時のそのグラント・ピーターセン節全開っていうよりかはブルーラグのやりたいことをいっぱい汲み取ってもらって作ったモデルだから、ちょっとやっぱ毛色が違うよね。で最後またどこに貼っていいか分かんないやつ来た。幅2人乗りタンデム車、夢あります。夢ある、ドリーム号で、タイヤクリアランスが普通のロードバイクのタンデムって多分みんな想像すると思うけど、ご夫婦で大会出たりするのってあくまでロードバイクのタイヤの太さだったりするけど、275の 2.4 までクレームと一緒やね。やばいっすね。2人でオフロード行きましょうみたいなことなんですかね。丘を登って項目の書き方だと孫のと一緒にアイスクリームを買いに行きましょうみたいな可愛いこと書いてあるんです。で窮屈で前傾姿勢なタンデム車ではなくて、前の人も後ろの人もゆったりのんびり走れるタンデム車。これも貼れない。孫とアイスクリーム買いに行くこともできるし、ちょっと荷物を積んでツーリングも遊べるし、2.4 インチが履ければ危ないけど、これもできなかないので、曖昧なこの辺だと、これも幅広い。タンデムっていう乗り物自体は本当に面白いですよね。ね、面白いね。乗ってみたいな。幅これ長いけどさ、リベンデルなんてね、ちゃんとね、それがいいよね。以上全部出たけど、なんか補足ある？話しておきたいことある？じゃあ本当個人的に聞いていいですか？このモデルラインナップの中で一番のお気に入りお気に入り持ってるやつ持ってないやつ問わず持ってるにしましょうか。持ってるんですよ個人的に。でもやっぱわかんない。今日現在はサムですかね。サムヒルボーン。はい。やっぱりなんだかんだブルーラグ入って通勤で一番乗ってる確かにかもしれないですね。中辺マッチャーがサム乗ってるイメージがやっぱ強いね。疲れてても一番癒されてる気がします。癒されてる。表現おかしいですね。おかしくないけどちょっと気持ち悪い。どっかで見かけたらチュヤンさん癒されてるんだなって走ってるんじゃなくてアルバスター州でこれでチュヤンさん今癒されてるそっとしといてあげてほしい。いやでも笑ってて本当結構そうなんですよ。そうよね。円矢とか流れてんじゃん。
マイナスイオンが肘から垂れてんちゃうからピロ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 みたいな音流れてる。ちなみに谷さんと松本さんは、抹茶今サムヒルボーン、はい、プラティパスクレームスミスジュニア H スタイルとクイックビームあるんですけど、もう断然これです。サムヒルボーン、はい、やっぱ一番好き、大好きこれが本妻。こいつ最強ですよね超楽しいです、やれやれって思うスピード感なんですけど、やっぱリベンデルっぽい、憧れたリベンデルに乗ってるんだなっていつも思わせてくれるのと、オフロードも本当は多分向いてないんですけど、これで行くとめちゃくちゃ楽しい。不便ってちょっとテクニック必要で、それをなんかコントロールしてるのも楽しいし、ややスローピングなのも大好き。全部です。溺愛ちょっと恥ずかしいですけど、本当に大好きです。佇まいがいいよね。はい。あと我々黄色人種さ、ついでかいサイズとかに憧れがちだけどさ、サムがちっちゃいサイズ48でも51でも佇まいがさ、いいよね。ギュッと詰まってて、結局乗ってます。乗っちゃうやつだ。乗っちゃいます。サムの次にさ、プラッティ買った時はさ、サムにない何を求めてプラッティを買ったの？サムにないのはちょっとスケベ心があったのが、兼用ができるので、こっちはスカートとか履く、彼女とかにパーチョナーに乗ってもらおうかなと思ってはいるんですけど、自分も乗れるし結局自分のっていう。ただやっぱ似てるなっていう自覚はありつつも、まだステップスルーの生活が自分に馴染んでないので、どのくらいなんか良かったなって思えるのか、今僕も勉強中って感じですけど、結局でも 43B でアルバトロスバーつけられて M1 ついてバスケットついてれば、もう言うことないっていう感じの生活なんで今。確かにアルバトロスが好きだしね。そうですね。アルバトロスが一番似合うような気がする。サムホーマーが。谷さんも結構リベンデルだけでもバリエーションは。そうね。クレム・スミス、シェビオット、サム・ヒルボーン、フランク・ジョーンズ。一番乗るのはサム・ヒルボーン。やっぱりクレム・スミス、ヒリーバイクにしちゃったから、今275の 2.4 のオフロードタイヤ履いてて、あんまり街でゴロゴロ転がんなくて。こちらですね。そう、あるか。クレムが思い入れ一番あるし大事だし好きだけど、乗る回数は1ヶ月にクレム5日間乗るとしたら、サムはもう倍以上乗ってる。10日以上絶対乗ってるから、俺の住んでるところからお店までの通勤とか普段買い物に行く生活圏のエリア転がすなら、サムかな。最近フランク・ジョーンズばっか乗ってる。固定でギアで最初ふざけて組んだら足折れそうになって2週間でやめた。やめた方がいいよ。次欲しいのどれとか話していい？2人のそれを聞きたい。迷うな。そうだね。中やんね。3代目。今はロスコブッペ、バビーか。ロスコバビーとサムヒルボーン。でも迷いますね。そっちかこっちかってことだよね。この辺は充実してたのね。真ん中はね。うわ。どれで癒されんの？どれで癒されるんですかね。でもそう考えるとやっぱあれだね。ステップスルーのバイク持ってないので、選択肢としてまず最低限そこが入ってきそうですね。単純に欲しいってなってくるとなんか何が欲しいのかな。でもハンカピラーってかっこいいですよね。単純に欲しい所有欲じゃないですけど、乗ってとかだったらサム・ヒルボーンも乗っててハンカピラー乗って果たして自分どっち乗るんだろうって気になっちゃいますけど、買うっていざなったらそうですね、ステップスルーで楽しめて、そのさっきのやらしい兼用じゃないですけど、前に子供とか乗せられるようにしちゃうかもしれないですね。この背バイク、でちょっと生活感とかファミリー感があるような組み方、プラティパス、こう数字、そうですね、そっちなっちゃうんですかね。
欲しいですけどね、普通に乗りたいですけど、でも本当結構ロスコも経て、やっぱ結局サムの乗りてえと思っちゃって無理くりもう一回新しくパーツ買って組んだんで、ここからまた他行っても戻ってきちゃうんだろうなって気もしてます。東京に合ってんのかもな、これサムヒルね。確かに住んでるエリアとか遊ぶエリアによってはこの辺の人もいるだろうしね。さっき松本さんも言ってましたけど、なんかオフロードでもっと適性あるかもしれないですけど、なんかまあちょっとこう不器用なりに頑張ってこうついていく感じがサムヒルボーンにできちゃうのが、それはそれでまた楽しいっていう、楽しい。久々にこうちゃんと前に出すってこんな贅沢なことしたことないから、でこれが実際こうお店で全部並ぶことが基本ないじゃないですか。確かになんか久々に多いですねやっぱり。ここからそしてまた増えるのかっていう。そう、新しいのも多分出るしね。そうですよね。ちょろちょろ出てる、本国のねブログ見る限りは。一番最新というか一番最後出たのはフラティパスが一番最後ですか。その前がガスか。ガス時フラティパス。フラティ。ああそうっすね。噂によれば。おこれのもうちょっとまたぎやすい、この辺に位置するまたぎやすいものが出るとか出ないとか、出るとかね。あとはこの辺になるかな、この辺でギアがつかないのが出るとか出ないとかっていうか、本当に出てくれるかどうかは分かんないけどね。で出るっていう話がメールとかで来てからも、大体まあ長いそうですよね。2、3年1年後って話も大体そうですね。そこもまあいいところだと思って夢見ながら待つのが楽しい。ゆっくり。谷さんと松本さんはないですか、なんか次買うなと。どうしようね。まっちゃんどうする？僕はもうロディーニをアルバスタッシュで。いいね。かっこいいやつだ。かっこいいやつ。もう外さない？大丈夫？抵抗なるよ。そうです。唯一このダブルレバーダイザーそこは大事だね。でダブルレバーでアルバスタッシュつけて、かっこいい。バスケットレス。ついに。バッグは自分で背負おう。いいね。軽快なバイクが欲しい。でもやっぱりロードバイク買って自分は失敗したんで、本当のロードバイクはいらないけど、軽くみんなでライドしに行く時とかにスピード感が欲しい、プラス快適でなきゃダメっていうちょっとわがままな用途がポコってこの前出てきたんで、それを一番叶えられるのはもしかしたらこれなのかなっていう感じで、これやっぱサムがメインでプラッティ買っちゃってて、クレムをオフロード用に組んでるんで、やっぱここが足りない。でロードバイク、エンビのカーボンフォークついてるロードバイク持ってるんですけど、やっぱ乗る気に今は慣れてないので、これ確かに買おうかなと。あとこの間お客さん接客して確かにと思ったんですけど、ロディーニ50で 700cc ですよね。そうかそうか。他の車種結構基本的にやっぱ650以下タイヤがムチムチしてなっちゃう。それはそれでもちろん魅力なんですけど、確かにそうですね。軽快にある程度走るっていうのだと、やっぱそのドロップハンドルアルバスタッシュ枠っていうのはどっかで定期的に欲しくなるんですけど、なんかこの辺じゃできなくって、これだったらできるだろうっていう。やっても戻しちゃいそうだよね、こっちね。そうですね。ボスコとかアルバトロスなんか頑張ってやってみようとするがみたいな。僕はこれですね。ボディーティング。谷さんは？俺今サムヒルボーンの不満って言ったら大げさだけど、俺 48B スリックがすごい快適に感じる、ゆっくり走るから、サム48履くとフェンダーがつかないの。確かに。そうです。でグラベルキングとかテラベイルとか手のさ48のスリックってさ、地面の水たまりと雨を全部俺のお尻と背中にぶっちまけるでしょ。襟足濡れてる時とかあるの。マジっすか？ 48B のスリックマジで本当にこピチャピチャしてピチャピチャして本当跳ねんの水が嫌で、でサムでフェンダーつけると38ぐらいまで細くしなきゃいけないじゃん。そうなんですよね。それちょっと嫌なんだよ。なので今サムヒルボーンにくっついてるパーツをまるっと引き抜いてフェンダープラス 48B キープしたままフ
フェンダーつけられるとなると自然とアトランティスなのか、もしくはクレム・スミスにその役割を下ろしてヒリーバイクを買うのか分かんないけど、これなくなるとヒリーバイクなくなるの困っちゃうから、唯一の不満を叶えてくれるのは、プラッティアトランティス現行だと、もしくはクレムにその役割をさせてこのアトランティスなのか、なんかヒリーバイクはゼロにしたくないからと世界のか分かんないけど、それが欲しい。48B スリックプラスフェンダーで前後ダイナモでカゴがついててカッパ着てたらどこでも行ける通勤最強号が欲しい。モデルはそれ叶えれば何でもいい。アパルサでもいいや別に。そうですね、確かにアパルサ何でもいい。